そういえば最近炊いてへんな。皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アカリストのハテナです。はい、ということでですね、いや最近炊いてへんなというお話でして、なんのこっちゃねんと、米ね、違います。米炊いてへんとかね、そういうことではございません。炊いてないって言ったらね、蚊取り線香とかね。いや、そういえば最近炊いてないですよね。いや、蚊取り線香とか、おばあちゃんの家とか行ったらね、必ず、縁側で炊いていて、夏の風物詩っていうイメージあるんですけどね。いや、そんな話でもございません。当然、アクアリウムのお話です。はい。で、ですね、私、アクアリウム始めて、3年半以上経過しておりまして、始めたての頃は必ず炊いていたあれ。いや、最近ね、そういえば、全然炊いてへんなと思いまして、もうちょっと結論いきましょうか。はい、結論いきます。私、最近 CO2 炊いてないと、はい、いうお話であります。そもそも CO2 炊くってなんやねんね。私もこれ自分で喋ってて、そんな表現あるんかなと思いながら、関西人的には、蒸気、気体を発生させることを炊くっていう感覚あるんですけどね、これ皆さんどうですかね。ちょっと私だけかもしれません。はい、関西人の方で、いや、それ言わんやろっていう方がいらっしゃったら、ぜひツッコミね、いただけたらと思います。そう、CO2 二酸化炭素ですよね。っていうのを、炊くというか、点火をね、そういえば最近してないなっていうのを思ったんですよ。いや、思い返してみたらですね、私のこのテナント物件、はい、こちらに移り住んだというか、引っ越しをして、で、そこでね、多分最初90センチ水槽を立ち上げるときに転換してたんですよ。で、それがね、しばらくしてもうそこから転換しなくなったんで、多分もう1年以上、はい、1年ぐらいはもう CO2、そういえば転換してない、炊いてないと。はい、いうのをちょっと思ったんですよ。皆さんどうですか？最近 CO2 炊いてます？もしね、そういえば最近 CO2 やってませんっていう方いらっしゃったらコメントいただけたらね、嬉しく思います。で、じゃあなんでね、私最近 CO2 炊いてないんかっていうのを、そのね、原因っていうか理由について、少し掘り下げてお話をしていこうかなと思います。私、アクアリウム始めた時はですね、CO2 のミニボンベみたいなもの、ADA のね、あるじゃないですか、点火する装置みたいなのを小さいボンベにつけて、点火してたんですよ。それはやっぱり店員さんに勧められて、やっぱりね、ネイチャーアクアリウム、水草育てるのは、やっぱり CO2 いりますよと。はい、いうことでおすすめをいただいたので、その小さいミニボンベっていうのを使ってました。で、しばらくそれ使ってたんですけど、やっぱりね、すぐ、そのボンベなくなるっていうのと、で、結構ね、高いんですよね。で、汎用性のボンベとか使えるんかなと思って買ったら使われへんし、規格合えへんしみたいなんで、もういや、これ続けていくのちょっとね、コスト的にもきついなっていうのが最初あったんですよね。で、それからほどなくして、シルバーのボンベ、通称シルボン、はい、シルボンみたいなね、お名前のやつあるじゃないですか。あれで化学反応式の CO2 っていうのを、やってたんですよね。で、それを使い始めて、いや、これええなと思って、どんどんね、そのシルボンを増やしていきました。で、私が立ち上げる水槽には必ずその化学反応式のそのシルボンで、CO2 を添加するっていうのをしばらくずっとやってたんですよね。で、最初はですね、その添加の方法なんかも、普通にというか、ディフューザーで、水槽の中に入れて、添加するっていう方法を取ってたりしてたんですけど、そのうちね、なんていうんですか、直点、直に添加するっていうね、外部フィルターとかにそのまま CO2 を流し込んでいくっていう、そういうタイプにしたりとか、普通に使ってました。で、特に大きなトラブルもなく、そのまま使ってたんですけど、若干のやっぱシルバーのボンベってめんどくさいんですよね。はい、重曹と、クエン酸を混ぜて、で、そこで化学反応を起こして、添加するっていうね、方法なんですけど、いや、定期的に、大体2ヶ月ぐらいで、はい、交換をしないといけないっていうので、その作業がね、私
もう本当にズボラで、結構ね、めんどくさかったんですよね。で、これめんどくさいなと思いながらも、まあ、ただやっぱり CO2 ね、まあ、いるよなと思いながら、ずっとまあ点火、交換して点火っていうのを続けてたんですけど、やっぱね、そのうち放置しちゃうんですよね。はい。で、そうなんですよね。で、結局ね、まあ、これ一番の問題点何かっていうと、このサイクルですよね。で、いちいちこの中身をね、で、中身も結構結晶ができたりとか、まあ、結晶をね、できにくくするような、まあ、方法もあったりするんですけど、それでもね、まあ、多少結晶できたりとか、で、それをガシガシなんかこう棒とかでね、つついて、砕いて、で、また新しく入れ直す。で、まあ、入れ直すときも、結構工夫してね、こう冷たい水で入れるとか、ゆっくり入れる、あるいはこうちょっと氷入れるとか、まあ、いろんな方法を試したんですけど、まあまあ、CO2 吹きこぼすというかもう爆発させちゃうんですよね。いや、もうそんなんもあってですね、いや、これちょっとめんどくさいなってね、もう何回もそのサイクルやるのがね、もう私本当にちょっと面倒で、で、いや、じゃあ、緑のボンベ、やったらどないやねんっていうのをね、かなり私調べたんですけど、緑のボンベ、まあ、これが通称ミドボン。ミドボン使ってらっしゃる方いらっしゃいますよね。いや、ミドボンってあれどうやって手に入れるんいや、私ね、なんか、近所の酒屋さんとかに言ったら、緑のボンベもらえますよ。まあ、もらえて買うんかな。で、定期的に充填してもらうっていう方法はありますよっていうのは、まあ、ネットとかで調べて分かってるんですけど、なんか噂では最近、その素人に対して緑のボンベ、ミドボンを売ってくれない、でもくれないっていう風な情報があったりだとかですね。で、いや、私何分コミュ障なもんでいや、なんかちょっと酒屋さんって年配の、おじさんというか、まあ、おじいさんみたいな方が結構やってらっしゃるじゃないですか。なんかね、なんていうんやろ。なんかちょっと勇気出ないんですよねミドボンもらえませんかくれませんかみたいなね、ちょっと勇気出ないんですよ。いや、それやったらね、多分済む話なんだろうなと思うんですけど、なんかちょっとね、まあ、勇気出ないのと、シルボンかなり買っちゃってますし、それの、添加のね、機材も揃ってるので、なんか今更ミドボンにするのもなーっていうのを思いながら、ちょっとそれがね、まあ、放置する原因につながってるかなと思います。で、まあ、これでね、いろんなこう問題とかトラブルが、まあ、出てたら、おそらく私も対策したりとかすると思うんですけど、これもね、だから、やっぱり、CO2 炊いてない結構大きな原因なんですけど、わからんのよねCO2 炊いてる時と炊いてない時の差が。正直ね、あんまわかんないんですよ。で、いや、まあ正直ね、その炊くに越したことはないと思います。やっぱり CO2 で、こう、水草光合成してっていうのが、まあね、植物としては当たり前当然なので、やっぱり炊いた方が絶対いい。これ、わかります。わかるんですけど、いや、正直なくても、いけちゃうよね、みたいなのが、あるんですよね。だから私のね、実はこう最近使ってない理由っていうのが、まあ、90センチ水槽とかのこう立ち上げ時ですよね。立ち上げ時は、やっぱり使った方がいいなと思ってます。早いというか、やっぱり光合成促して水草の定着をね、こう、測るためにも、最初はやっぱり CO2 絶対あった方がええとは思ってるんですけど、もう一回とりあえず立ち上がって、まあ、いい感じになったら、もうね、なくてもいけるんちゃうかなっていうのが最近私思ってることなんですよね。いや、もう一回ちょっと語弊のないように言っときますと、あった方が絶対いいと思います。それをね、私もそう思います。やっぱり気泡のつき方が違うかったりとかすると思うんで、あった方が元気に、綺麗に育つっていうのはあると思うんですけど、いや、正直、あんまり大きい声では言われへんけど、なくてもいけるんちゃうかなっていうね。いや、この手間をかけるほどの意味があるんかなっていうようなのがちょっと思うんですよね。水面をしっかりこう揺らしたりだとか、こう、なんていうんですか、エアレーションですよね。で、水に対してこう空気を混ぜ込んでいくっていうので、ある程度の CO2 も入っていくと思うので、ゼロではないんですよね、自然の環境でも。だから、絶対 CO2 いるかって言われると、そうでもないっていうところ。
はい。まあ、あった方がね、絶対いいとは思うので、で、今転嫁されている方に対してどうこう言うっていうつもりは全然ないですし、ただ、私としては正直、ちょっとこういう面倒な、手順を踏まないといけないっていうところから、どうしても、CO2 ちょっと高くなったなって、まあそういうお話なんですよね。これ皆さんどうですか？いや、ちょっと正直なご意見というか、ぜひね、まあ、いや、炊いてますよと。いや、絶対いりますよっていうね、そういうご意見も欲しいですし、だとしたらね、それに私も、そうやなと思ったらまた転嫁しようかなっていうふうに思いますし、いや、もう、いらんのちゃうって言われたら、やっぱね、みたいなね。いらんかもね、みたいなね。そういう、まあ、話もあると思いますし、なんかその辺ぜひね、皆さんの正直なコメントいただけたらなと思っています。いや、あるいはね、ミドボン全然簡単に手に入りますよみたいなことがあったら、ちょっと動く可能性もありますし、いや、でもちょっとやっぱお金かけたくないんですよね。はい、まあ、引っ越し、このテナント借りるのにかなり、まあ、借りるだけじゃなくてね、いろいろこう改装費用とかでお金かかって、で、また戻ってくるときにね、まあ、そんなに、実はお金かけてないんで、まあいいかなと思うんですけど、なんか追加でね、まあここからまた新たな費用をかけていくっていうのも、ちょっとなっていうふうに思っているので、まあね、せっかく使ってるシルボンとかもったいないんでね、なので、まあ、立ち上げるときには、まあ、転嫁はしようかなっていうふうに思ってるんですけど、多分またしばらくしたら、そのまま放置しちゃうんちゃうかなっていうふうには私は今思ってるんですけど、まあなんでしょうね、これまあ、なんていうの、やっぱりこう目に見えないもの、ね、水質とかもそうじゃないですか。まあ正直目に見えないでしょう、いい悪いっていうのが、なんか、まあ水質もこう、単なる透明な水じゃなくて、なんかこう、きらめいてるとか、こう輝いてるみたいな表現をね、結構されたりするんですけど、いや、わからんやん、正直その、ね、目に見えないやつを顕微鏡とか、なんかこう成分を全て測ってね、把握してるわけじゃないんで、私そういうやっぱりこう目に見えないものに対して、なかなかこう信じられないっていうようなね、まあこれ良くないんですけど、もうなんて言うんでしょう。いやもう、ちゃんとね、こうデータで科学的にアクアリウムやられてる方にとってはちょっと腹立たしいお話かもしれないんですけども、私ね、ちょっともう、なんとなくのこう感覚でね、ずっとやってる派なので、いやー、ちょっともうそういう方がいらっしゃったら本当に申し訳ないなっていうふうには思うんですけど、はい、ということで、まあいろいろと語ってきましたが、そういえば最近 CO2 炊いてないなというお話でした。そういえばこのね、最近何々してないなっていうシリーズ、結構これいっぱいありそうですよね。なんかこう最近トリミングしてないなとか、最近リセットしてないなとか、最近マクドのポテト食べれへんなとかね、なんかいろいろ展開できそうなね、感じがしますね。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。